皆さんこんにちは。富雄アカデミア77です。今日は東京表参道に来ています。これから青山骨董通りをのんびり散歩してみたいと思います。この動画は英語の音声でも楽しんでいただけます。それからフランス語、韓国語、タイ語、スペイン語、イタリア語の字幕にも対応していますので、ぜひ英語の音声でもご覧ください。海外のお友達にもこの青山の魅力を紹介してもらえたら嬉しいです。チャンネル登録がまだの方は、ぜひ今のうちに登録ボタンを押していただけるととても励みになります。それでは本編をお楽しみください。今、表参道駅に着きました。実はこの表参道駅の地下1階の B1 出口を出てすぐの場所にスパイラルという建物があります。ちょっと立ち寄ってみましょう。このスパイラルは1985年に下着メーカーのワコールが作った建物です。毎日の暮らしとアートを組み合わせるというテーマで作られました。館内にはギャラリーやカフェ、雑貨屋さん、レストランなどが入っています。僕たちヘアデザイナーもここでよくイベントが行われていたので、昔から馴染みのある大好きな場所なんです。今日もアートカフェはたくさんの人でにぎわっていますね。素敵なアート作品が飾られています。実はここは建物やデザインが好きな外国人観光客が大勢訪れる場所なんです。設計したのはノーベル賞のような賞と言われるプリツカー賞をもらった日本の有名な建築家牧文彦さんです。建物そのものの美しさが一番の魅力なんですね。大きなぐるぐる巻きのスロープからは自然の光が差し込んできて、本当に迫力のある空間です。上からの眺めも素晴らしいですね。インスタグラムなどの写真スポットとして世界中で大人気なのも納得です。では2階の生活雑貨ショップスパイラルマーケットに入ってみましょう。ここには日本の職人さんの素晴らしい技で作られたおしゃれな文房具や食器、和風の雑貨などおよそ6万点もの品物が並んでいます。よくある普通のお土産ではなくて、毎日の生活で使える日本のセンスが光るおしゃれな雑貨が買えるので、センスのいいお土産を探している海外の方に大人気なんです。あ、この竹で作られたスプーンいいですね。スプーンで蜂蜜をすくうとき、金属のスプーンだと蜂蜜の体に良い成分を壊してしまうそうなんです。木や竹を使うと良いと聞いたので、これ買っていきたいと思います。それでは2階からアート展のフロアに戻りまして、早速今日のメイン骨董通りへ向かっていきましょう。角にあるマックスマーラショップを左に曲がります。ここが骨董通りの入り口です。実はこの骨董通り、昔は高木町通りと呼ばれていました。江戸時代ここには徳川家に仕えた高木さんというお侍さんのお屋敷があったことから、その名前がつきました。その後戦後になって古美術やアンティークを扱うお店がたくさん集まったことから、骨董通りと呼ばれるようになったという歴史があるんです。昔の歴史を知ってから歩くと、いつもの街並みも少し違って見えてきますよね。さて今の骨董通りはというと、骨董品屋さん自体は少なくなりましたが、実は今一番多いのがメガネ屋さんと靴屋さんなんです。世界的に有名な靴のブランドがたくさん集まっているんですよ。ということで今日はこの靴屋さん巡りをメインに歩いていきます。もちろん僕が気になるファッションのお店や高木町交差点の近くにあるお寺、そして前回お休みで行けなかった岡本太郎記念館にもリベンジしてみたいと思います。どうぞ最後までお楽しみに。ではここから少し歩いて散歩します。左手に見えてきたのはフランス生まれの高級冷凍食品の専門店ピカールですね。今日は中には入りませんが、中目黒にもお店があります。本格的なフランス料理から人気のクロワッサンまで手軽に美味しいメニューが揃う人気店です。
パッケージもおしゃれで見ているだけで楽しくなってきますね。僕が好きなおすすめはエスカルゴ。カタツムリ料理のハームバター焼きです。反対側に見えたのはブランド古着の専門店カインドールですね。入ってみましょう。ここは日本や海外の有名ブランドの古着、靴、アクセサリーなどを扱うお店で、とても状態のいい服や昔のレアな洋服が揃っています。確かにすごいです。ただの古着屋さんではなくて、コムデギャルさんやサカイ、ルイ・ヴィトンなどの人気ブランドまでセンスのいい洋服、靴、バッグがずらりと並んでいますね。ブランド別に並んでいて見やすいですね。今の流行りのブランドも多くて欲しくなってしまいます。日本の物を大切にきれいに使う文化を楽しめるとあって、海外からのおしゃれな観光客にも大人気のスポットなんです。JM ウエストンが見えます。このお店はフランスを代表する高級靴ブランド JM ウエストン青山店です。お店もすっきりと洗練されていて、しかも高級感がありますね。入ってみましょう。まず目に飛び込んできたのはシグニチャーローファーです。この白いモデルはゴルフという名前で、耐久性の高いラバーソールと丸みのあるフォルムが特徴の全天候型で履ける大人気モデルです。人気の名作がずらりと並んでいますね。実はこの青山店、1993年にできた日本第1号店なんです。まさに骨董通りが靴の聖地と呼ばれるきっかけを作った伝説的なお店なんですね。そしてこちらに並んでいるのは JM ウエストンのスニーカーコレクションです。革靴で有名なお店ですが、実はスニーカーもすごく人気なんですね。高級な革靴と同じ上質なレザーが使われていて、デザインもとてもシンプルで洗練されています。デニムなどの普段着にももちろん、スーツやジャケットスタイルにも合わせられる大人のための上品で履き心地抜群なスニーカーですね。こちらは女性に大人気のヒールローファーです。ブランドの顔であるローファーのデザインはそのままに、約 5.5 センチのヒールがついたエレガントなモデルなんですね。ヒールが太くてしっかりしているので安定感があって履きやすく、スタイルも綺麗に見せてくれます。クラシックさと女性らしさが合わさったとってもおしゃれな一足ですね。あ、ここにもメガネ屋さんがありますね。そしてここにザ・プレイハルスというショップがあります。ビートルズのパネルがありますね。気になるので入ってみます。なんだか最先端のロンドンファッションやライフスタイル雑貨が集められているそうです。これはグローブトロッターのスーツケースです。120年以上の歴史があって、イギリスのエリザベス女王や世界中の有名な人たちに愛され続けています。一見弱そうに見えますが、実は革やメタルではなくて、特別な紙を何層も重ねて固めた丈夫な素材で作られているんです。象が乗っても壊れないほど頑丈なのに、とても軽くて使えば使うほどいい味が出てくるのが一番の魅力です。このクラシックなデザインはお部屋のインテリアとして置いておくだけでも絵になりますね。これも懐かしいです。 DR ハリスです。当時僕はロンドンのホテルリッツの横の道を入ったところにあるお店によく行っていました。王室から品質が素晴らしいとお墨付きをもらった証のお店として日本の雑誌でも取り上げられていて、それで知ったお店です。イギリスの紳士のような昔懐かしく品位あふれるパッケージがとても素敵ですね。僕もここの歯磨き粉や石鹸、香水、ひげ剃りの道具を買って使っていました。イギリスのブランドは使われている素材がいいものが多くて長く使えるんですよね。こちらは1868年に生まれたイギリスの高級傘ブランドフォックスアンブレラです。
現代の傘の形を初めて作ったと言われる歴史のあるブランドで、傘を閉じている時もステッキのように細く美しくまとまるのが特徴なんですよ。狐などの動物の形をした取っ手もイギリスらしくてすごくおしゃれですね。僕もわざわざお店に行って買って今も持っています。今はボタン一つで自動で開く小型の折りたたみ傘を伝っているので、フォックスアンブレラの出番はほとんどありませんが、オーディオ機器もスピーカーをはじめイギリスの製品が好きですね。向こうは天気がどんより曇っていて冬の時期が長いからでしょうか。暖炉を囲みながら音楽を聴く時間が多いせいか、オーディオはいい機会が多い気がします。2階も見てみたくなりました。この写真、地下鉄が深いところが多くて、こうした地下の光景はよくありましたね。スーツなどの服も普段着からフォーマルなものまで揃っています。この麻のシャツも素材や丈の長さがすごくよくデザインされています。こちらは1789年にできた世界で一番古いダイヤモンドブランド、バックス&ストラウスです。最高のダイヤモンド加工技術と高級時計フランク・ミュラーの技術が合体した超高級ブランドなんですよ。黒をテーマにしていて、このコーナーもかっこいいですね。小原流会館が見えてきました。ちょうどお腹も空いたので、中華風家庭料理の風民でランチにしたいと思います。ここはいつ来ても列ができています。南青山で50年以上愛され続ける伝説の中華風家庭料理のお店、風民です。先に来て並んでもらっていたんですが、どうかな？いませんね。きっと中にいると思います。席が取れました。人気メニューは売り切れてしまったそうです。では何を食べようかな。ではネギワンタンとカニチャーハン、そしてチャーシューとネギの辛味ラーメンを頼みました。ネギワンタンが来ました。これはタレをよく絡めてから食べると美味しいです。美味しい。どこか懐かしい味がします。チャーシューとネギの辛味ラーメンが来ました。見るからに美味しそうです。レモンも入っていますね。食べてみます。想像通り辛いラーメンといっても僕でも美味しく食べられる辛さです。麺も細くてコシがあって、少しお酢を足して食べると最高に美味しくてやみつきになります。カニチャーハンが来ました。お味噌汁付きです。見た目以上に美味しいお味噌汁はカニなどから出汁を取っています。これは美味しいはずです。チャーハンも食べてみます。懐かしい味でしつこくなくて、こちらもすごく美味しいです。ザーサイを食べながらいただくチャーハンは格別ですね。お腹もいっぱいになったので、この奥を見てみます。ありました。和書記です。これはお蕎麦のつゆを入れる器ですね。これで日本酒を飲んでも美味しくいただけます。小さなぐい飲みの器もあります。家にもいくつかコレクションがあります。なかなかの値段がしますね。小伊万里のお皿など柄がいいですね。僕も小伊万里は大きいお皿からいろんな種類の何セットの持っていますが、今は使う機会が減ってしまいました。この辺りはお手頃な値段で買えますね。風民の前に戻ってきました。これが人気のメニューですね。次回はもっと早い時間に来て、豚肉の梅干し煮など違うものを食べてみようかな。
南青山散歩のランチに絶対おすすめのスポットですよ。はい、ではまた骨董通りを進みます。こちらは骨董通り沿いにあるジェンディ南青山店です。一見すると紳士服屋さんのような重厚な見た目ですが、実は大人の男性をイメージして手作りされたキャラメルバーの専門店なんです。今日は寄り道しませんが、1日限定50箱という大変貴重なお菓子で、スパイスの効いたクッキーとビターなキャラメルがお酒やコーヒーにもよく合う大人の贅沢な高級スイーツです。次回の楽しみにしましょう。見えてきました。こちらはレッドウィングシューストア東京青山です。見てみましょう。アメリカのアメカジファッションに合わせる作業用ブーツといえばやっぱりレッドウィングですよね。仕事用のブーツとはいえシュッとしたデザインがおしゃれで気に入っています。僕も自分で履いて磨いてすごくいい味が出てきました。うちの奥さんもここでブーツの底を白から黒に張り替えて直してもらったことがあります。店内には職人技を感じる名作ブーツがずらりと並んでいますね。長年使い込んで良い風合いになった商品や靴を磨くためのお手入れグッズも置いてあります。ベルトも使い込んで味が出たものが欲しいです。あ、このミニチュアの靴かわいいですね。楽しみながら一生ものとして愛用できるので、自分で靴を磨きながら育てる楽しみがあります。大人の靴履きにはたまらないスポットですよ。そして奥に進むと見えてきたのがトリッカーズです。ウィンドウにはイギリスのチャールズ国王の写真が飾られています。1829年に生まれたイギリスの靴の聖地ノーザンプトンの最も古い190年以上の歴史を誇る超老舗靴ブランドです。チャールズ国王からロイヤルワラント、王室の御用達の証をもらっていることでも有名です。入ってみましょう。イギリスの本国ロンドンにある本店と同じように、イギリスの伝統と品格を感じさせる洗練されたお店のデザインになっています。定番のカントリーブーツをはじめ、高級なドレスシューズや女性用のライン、お店限定のモデルなども揃っています。専門のスタッフさんに足のサイズをしっかり合わせてもらったり、お手入れの相談もできますよ。このベルトは両端がしっかり縫われていて一生使える頑丈さがありますね。シンプルなデザインも僕好みです。この椅子も靴を試着するときに使う椅子です。懐かしさと上品さを感じますね。ここにあるのは松葉屋茶寮です。見事な盆栽があって雰囲気がありますね。中は都会の騒がしさを忘れさせる静かな空間で落ち着けます。かわいい盆栽が置いてありますね。
水出し宮崎和紅茶と冷やし浜茶を頼みました。水出しの宮崎和紅茶が来ました。急須から注ぐ冷たいお茶、どんな味がするのか楽しみです。飲んでみます。何とも言えない深い味がして少し苦みがあってすっきりしています。さすがに美味しいです。こちらは浜茶です。カクテルを飲むようなグラスに注がれますね。こちらもシンプルな味で少し苦みがあってしっきりしています。僕は水出しの宮崎和紅茶が好みですね。こちらは線香花火だそうです。昔夏のお庭でこれをつけてよく遊んだ花火で、消える時が何とも切なくなる花火で、最後は丸く小さくなってポトンと落ちて消えていきます。素晴らしい盆栽や古い美術品を眺めながら入れたての日本茶とお菓子を楽しめるギャラリーカフェなんですよ。湯を沸かす茶釜が置かれたカウンターでいただく一杯は格別で、海外の方からも日本の美意識を体験できる場所として大人気の隠れ家スポットです。通りの反対側にパラブーツが見えてきました。入ってみましょう。こちらはフランスの老舗靴メーカーパラブーツです。一番の特徴はオイルをたっぷり染め込んだリスレザーという特別な革です。雨に強くて自社で作っているクッション性の高いゴム底と合わさって天気を気にせずガシガシ履ける一生ものの靴なんですよ。ジーンズなどのカジュアル服にも品がよく合いますし、スーツにも合わせやすく丈夫です。大人の足元に欠かせないフランスファッションの一品です。フランス東部の町で創業して、アメリカにいた時に現地の人たちが履いていたゴム底のブーツに注目したのが始まりと言われています。ブラジルのパラ港という場所から輸入した天然のゴムラテックスを原料に底を作ったことからパラブーツと名付けられたそうですよ。このシャンボードというデザイン、スーツにもジーンズにも似合いますね。こちらはパラブーツの定番ローファーランスです。こちらもポピュラーです。そしてこのパラブーツができた当時から愛され続ける名作ミカエルです。僕も欲しいシューズです。伝統的な登山靴チロリアンシューズをベースにしたモデルで、このぽってりとした丸みのある形が何とも言えない愛嬌と存在感を持っています。ジーンズや太めのパンツに合わせると足元がすごくおしゃれに決まる時代を超えた大定番ですね。最近はカジュアル服が多い僕にとって一番欲しいと思っているシューズです。では右に進んでまた右に曲がります。こんなところに器が並んでいるお店を見つけました。器おむすびって書いてありますね。明治29年1896年にできた歴史ある器の問屋さん、京橋白木が手掛ける和食器のお店です。店主さんが直接窯元や作家さんのところへ足を運んで選んだお皿や味のある骨董品まで幅広く揃っています。割れたり欠けたりした器を漆と金粉を使って大切に直して長く使う日本の伝統技術金継ぎの体験や修理も行っていて、器を愛する文化を伝える場所にもなっています。金継ぎの体験ができるのは素晴らしいですね。今度体験してみます。そして次に向かうのはここです。オールデンです。オールデンは1884年にアメリカのマサチューセッツ州で生まれたアメリカを代表する超老舗靴ブランドです。靴好きの間ではアメリカの靴の王様と呼ばれていて、男性のファッションを語る上では絶対に外せない憧れのブランドです。なんだかワクワクしますね。これインディーブーツです。映画「インディ・ジョーンズ」で主演のハリソン・フォードが自分の私物の靴として愛用して撮影に臨んだことからインディ・ブーツと呼ばれてしまった伝説のブーツです。この使い込んだ履き慣れた雰囲気がすごいです。
靴好きの聖地骨董通りでアメリカの靴の王様といえばオールデンです。馬のお尻の高級な革コードバンの輝きと足の形を正しく整える医療用靴から生まれた履き心地の良さで世界中の男性を魅了し続ける名作の靴たちです。ありました。タッセルローファーです。房ざどりのついたエレガントな靴でオールデンが世界で初めて作った名作としてすごく有名な人気モデルです。一番人気のシンプルなプレーントーなどオールデンの代表作がずらりと並んでいますね。こちらもいい味を出しています。ベルトも上品ですね。スリッパや靴下もあります。もちろん靴のお手入れグッズもありますね。骨董通りに戻ってきました。正面に見えるのはオリジナルの日本製革靴を提案するズオさんです。見てみましょう。ヨーロッパのおしゃれなデザインと日本の職人さんによる確かな技術が合体した靴が並んでいます。南青山エリアには海外の高級ブランド靴が多く並んでいますが、ズオは自分たちでデザインして日本の工場で作る最高峰のメイドインジャパンにこだわっています。10万円を超える高級ブランドと同じレベルの上質な革と丁寧な縫製でありながら、買いやすい適正な価格で手に入る抜群のコスパが大きな魅力です。海外ブランドの靴は細身で甲が低いものが多くて、見た目はかっこよいけれど足が痛くなると悩む人が多くいます。日本人は足の甲が高い人が多いのですが、その点ズオは日本人の足の形を徹底的に研究して靴の木型を作っているため、見た目はシュッとスマートでエレガントなのに、履いてみると驚くほど足に馴染んで疲れにくいのが人気の秘密です。ここの靴の多くは職人さんが一足ずつ手作業で色を重ねて塗っていくアンティーク仕上げが施されています。では通りを渡って先に進みましょう。ここにマーテバイクがあります。北欧デンマーク生まれのスタイリッシュで折りたためる電動アシスト自転車のお店です。自転車先進国であるコペンハーゲンで2016年に作られました。かっこよくて環境に優しい移動手段として洗練された北欧デザインと力強い形が世界中で大ヒットしています。このかっこよくて折りたためる機能性が青山にいるクリエイターやファッション好きな人に大人気みたいですね。向かい側にアートギャラリーがあります。この辺りになると骨董品屋さんがまだ残っていますね。ここがダンスコのショップです。このお店は1990年アメリカのペンシルバニア州で生まれました。馬の調教師だったご夫婦がデンマークで出会った木靴をベースにより履きやすく改良して生まれたブランドです。アメリカの足の専門医の協会から足に良い靴として認証を受けているモデルが多くて、長時間立ち仕事をするお医者さんや看護師さん、レストランのスタッフさんから絶大な信頼を得ています。店名のダンスコ縁の縁は人と人、人と靴との良いご縁を結ぶ場所でありたいという思いから名付けられています。専門のスタッフさんが親身に足のサイズを合わせてくれるお店です。この下の段に並んでいるのがダンスコができて以来の一番人気モデルプロフェッショナルです。2番人気のイングリッドもありますね。確かに履きやすそうです。かわいい柄のものもありますね。素敵です。ここに富士フイルムのビルがあります。この辺りが骨董通りの終わり、高速道路の折り口がある高木町交差点です。この手前を左に曲がってみましょう。昔からよく見ていたのですが来たことがありませんでした。大本山永平寺別院です。1598年徳川家康公の命令で家康公からこの土地をもらって開かれたお寺です。骨董通りを抜けて高木町交差点の近くに踏み入れると
そこには都心とは思えない静けさが広がる永平寺別院長国寺があります。境内奥のお墓には明治の政治家井上馨や日本の洋画の巨匠黒田清輝など歴史の有名人たちが眠っています。ここが総ヒノキ造りの発頭でしょうか。お坊さんが座禅や食事、睡眠を行う僧堂があって、時間帯によっては凛としたお経の声が響く厳かな雰囲気を味わえるそうです。今日は聞こえませんね。何としても見たいのは木で作られたものとしては日本最大級の麻布大観音です。樹齢600年のクスノキの一本木から彫刻家の大内聖穂さんがおよそ10年かけて彫り上げた圧巻の観音様です。ここが麻布大観音がある場所ですね。閉まっているようですが、開けて見学して良いと書いてあります。入ってみます。わお、これはすごい迫力です。見とれてしまいますね。すごいです。樹齢600年のクスノキから掘り出された観音様は優しく包み込んでくれるような圧倒的な存在感でした。一度体験されると良いでしょう。この骨董通りのすぐそばにあるのですから、見る価値大ありです。この辺りに35年以上いましたが、一度も見られる機会がありませんでした。いい体験でした。出たところにデザイナーの越野純子さんのショップがあります。こちらは日本を代表するデザイナー越野純子さんの自社ビルブティックです。2000年代からここ南青山に拠点を構えてファッションとアートを発信し続けています。骨董通りに戻る途中の右側にあるのが蔦屋です。生け花や茶道の道具を扱う専門店です。花瓶やお茶の道具をはじめ日本の伝統技術で作られた美しい器や工芸品が並んでいて、骨董通りらしい和の雰囲気と美意識を感じさせてくれる素敵なお店です。僕は切子のグラスなどガラス製品が好きなんです。これで飲む日本酒やビールは美味しく感じますよね。手前中央にある赤い鉢は千の利休の時代から茶道で最も大切にされている楽焼きの赤楽茶碗です。土のぬくもりと手で囲んだ時の馴染みの良さが特徴です。こちらは岐阜県の美濃焼を代表する志野の茶碗です。また少し戻って骨董通りから一本入った落ち着いた路地にあるのが T シャツやカットソーのブランドザ・ウェフトです。表にミシンなどが置いてあって興味をそそられますね。入ってみます。見るからにこだわりを感じさせます。擦り切れても着続けたくなる服作りを目指しているそうです。確かに素材から今の流行りもしっかり抑えつつシンプルで着やすそうです。この丸くりのシャツもタオル地でできていて使いやすそうですね。こちらのインディゴ染めもデニム生地ではなく履きやすそうなスラックス。この白のジャケットも合わせやすそうなデザインです。お店の外のディスプレイが可愛いですね。愛着が湧きます。このお店要注目です。次にショップの前の道を根津美術館の方に行ってみます。ここが有名なブルーノート東京です。1988年の開店以来、日本や海外のトップミュージシャンが夜な夜な最高の演奏を繰り広げる日本で一番のジャズクラブです。その前の路地を入ったところ、ここが岡本太郎記念館です。この表側から見てください。ここは岡本太郎さんがおよそ50年にわたって暮らして、あの太陽の塔などを生み出したアトリエ兼ご自宅です。建物の設計を手掛けたのは有名な建築家ル・コルビュジエの弟子であり、太郎さんの親友でもあった建築家の坂倉純三さん。緩やかなカーブを描く屋根がすごく特徴的です。これは太陽の光を効率よく取り入れて部屋を明るく保つ工夫がされています。1954年から1996年に84歳で亡くなるまで、岡本太郎さんが実に50年近く暮らして作品を描き続けた本拠地なんですね。入るとまずはお庭が見えます。こ
のキラキラした彫刻は太陽の顔です。大阪万博にも使われているような作品ですね。岡本太郎さんにとって太陽は生命力そのものでした。炎のように燃え上がる力強い形と微笑むような顔の対比が印象的で、芸術は太陽のようなものだとよく言っていました。庭の奥にあるのは似顔絵という作品です。お庭には顔をテーマにした作品が多くて、南国の植物が茂る中に無造作に置いてあって、自然と一体化したユニークな空間になっています。では入ってみます。観覧料は大人は一般900円です。中を見るには靴を脱がないと入れません。中は撮影 OK だそうです。1階でまず目につくのが、タイトルもズバリ縄文です。縄文土器の持つエネルギッシュなうねりが、まるで意志を持った生き物のように四方に手足を伸ばす太郎さんならではの生命感あふれるブロンズ作品では、2階に行ってみます。これは1970年の大阪万博のシンボルとして作られた太陽の塔です。記念館の2階には太陽の塔の精巧な模型が展示されています。岡本太郎さんは太陽の塔を建築物ではなくて一つの生き物として捉えていました。巨大な屋根を突き破るように建てられたこの塔には、単に技術の進歩ばかりを喜ぶ現代への反発と、人間本来の命の力を呼び覚ます強いメッセージが込められているんですね。僕も1970年の大阪万博に行きました。当時会社から3日間仕事に関係あるパビリオンの見学と視察に行くことができたんです。すごい人混みで、この太陽の塔も1日かけて並んで中に入ればよかったと、今思えば残念な気持ちでいっぱいです。こちらは手の椅子です。前作の座ることを拒否する椅子とは一転して、大仏様の大きな手に包み込まれるような安心感と優しさをテーマに作られました。くぼんだ手のひらが優しくお尻を受け止めて、立てた指が背もたれになって背中を支えてくれます。こちらは岡本太郎さんが実際に絵筆を握って作品を生み出し続けていた本物の絵の具や刷毛、筆たちです。使い込まれた筆の一本一本や絵の具のついた缶からは、今にも太郎さんの息遣いや情熱が聞こえてくるかのようです。数々の歴史的名作がまさにこの道具たちから誕生したと思うと胸が熱くなりますね。お土産ショップです。太陽の塔の内部はこんな風になっていたのですね。外に出て左に曲がって、右手にこんなお土産屋さんを見つけました。青山エリハナです。入ってみます。かわいい旅が見えますね。マルタン・マルジェラの旅風シューズではなさそうです。しかし可愛いですね。草履や下駄、浴衣などカラフルなものが揃っています。観光客の方がいっぱいですね。ここに来れば何か良いものが見つかりそうです。骨董通りの入り口、青山通りの交差点に戻ってきました。
世界中のこだわりが詰まった靴の名店を巡りながらふと路地に目をやると、歴史ある長谷寺の静けさや岡本太郎記念館の情熱的な作品に出会える。僕も知らなかった曹洞宗大本山永平寺の高さおよそ10メートルもある麻布大観音。ファッションとアート、そして歴史が心地よく溶け合う南青山らしい豊かな時間でした。皆さんもぜひお気に入りの一足を探しながら骨董通りを歩いてみてくださいね。よろしければチャンネル登録と高評価もお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。